日本では結婚に際して夫婦は同じ姓を名乗らなければならないということになっています。夫が妻の姓を名乗っても良いのですが、ほとんどの場合、改姓するのは妻の方というのが現状です。女性が結婚後、専業主婦として家事と育児に専念していた時代では、改姓は大きな問題となりませんでした。しかし、女性の社会進出が進むにつれて、性のアイデンティティを維持できない現行制度の弊害が大きくなってきました。そこで選択的夫婦別姓制度を認めるべきだという主張が出てきたのですが、反対論も根強くあります。このプレゼンテーションでは、この問題を解決するための私の案を提示したいと思います。第1章、夫婦同姓か夫婦別姓か。夫婦別姓とは、夫婦が結婚後異なる姓を称することです。中国、朝鮮半島、ベトナムといった中国文化圏では、伝統的に夫婦別姓です。日本もかつては中国の影響を受けて夫婦別姓でした。しかし、明治維新以降、不平等条約改正のため、脱亜入欧が国策となりました。その結果、西洋風に夫婦同姓となったのです。明治9年に出された太政官指令には、婦女、人に課するも、なお諸相の氏を用うべきこととあります。明治政府も当初、妻が実家の氏を名乗るという旧来の伝統に従っていたということです。ところが、明治31年にフランスの民法を模範に制定した民法の第243条第2項では、戸主及び家族はその家の氏を称すとあり、家族は妻も含めてすべて同じ氏を名乗ることになりました。昭和22年に民法が改正されました。家とか戸主とかは封建的で好ましくないということで、第750条は、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称するとなったのですが、相変わらず家族の氏は統一しなければならないという規定が続いています。1975年に国連の講演で第1回世界女性会議が開かれ、女性の地位向上のための世界行動計画が採択されました。それ以降、夫婦別姓や結合姓を選択する自由を認める法改正が欧米で行われるようになりました。日本が模範にしていた欧米が選択的夫婦別姓を認めるようになったのですから、日本もこれを模倣しようとする動きが出たことは自然なことです。1996年に法務省は選択的夫婦別姓を含む民法改正法案を国会に提出しようとしました。ところが、保守派の国会議員が家族の崩壊につながると言って反対し、法案提出は見送られました。それから25年が経ちましたが、選択的夫婦別姓はまだ実現していません。日本には日本の事情があるから、欧米の動きにいちいち追従する必要はないという人もいるでしょう。しかし、実は夫婦同姓の弊害は欧米よりも日本の方が大きいので、制度変更の必要性はむしろ日本の方が大きいとすら言えます。欧米では友人同士で呼びかけるときに使うのはファーストネーム、つまり日本語の名にあたるギブンネームなので、結婚してファミリーネームが変わっても日常生活に大きな不便をきたしません。ところが、日本ではそうしたファミリーネームとして機能しているのは姓の方です。実際、姓はパーソナルネームの最初に書かれ、通常私たちは姓だけで個人を識別しています。
例えば私のことをトシヤと呼ぶのは私の家族ぐらいで、それ以外の人は私をもっぱら長いとだけ呼んでいます。だから姓の変更は自己同一性の大きな喪失となってしまいます。これまで行われた世論調査を見ると、選択的夫婦別姓の賛成派と反対派がほぼ拮抗しています。選択的夫婦別姓に賛成の人でも、多くは家族が同じファミリーネームを共有する方が望ましいと思っています。賛成派と反対派の双方を説得するためには、一方で家族の氏を一つに統一することで家族の崩壊を防ぎ、他方で全ての人、とりわけ女性が一生を通じて自己同一性を失わなくても済む新しい制度を考案しなければなりません。新しい制度といっても保守派を納得させるためには、それは日本の伝統に反する制度であってはいけません。そこで次の章では、日本の市政の歴史を振り返りながら、解決策のヒントを探りたいと思います。第2章、市政と名の歴史的変遷。明治以前の日本人の呼称は今よりも複雑でした。例えば徳川家康の正式名称は徳川次郎三郎源阿孫家康で、このうち徳川が名字、次郎三郎があざな、源が氏、阿孫が姓、家康が意味名です。なぜこのように複雑になったのか、その経緯を説明しましょう。英語を借用して分類すると、パーソナルネームはギブンネームとファミリーネームに大別できます。家康はギブンネームに相当する実名ですが、意味名という表現が示す通り、死後実名を口にすることははばかれました。生前も家康の名を呼ぶことができたのは、親や主人など目上の者に限られていました。そこで実名の代わりに通称が使われたということです。家康は幼い時は竹千代という幼名で呼ばれ、元服すると次郎三郎というあざ名で呼ばれました。こうした実名経費の習俗は中国にもあり、実名とは別にあざ名が使われていました。日本はそれを模倣したというわけです。中国における最古のファミリーネームは姓です。姓から氏が分かれ、日本ではさらにそこから名字が分かれました。こういう次第で日本のパーソナルネームは複雑化したのです。中国では周以前の時代、姓は母系の出自を表していました。女が産むと書いて姓なのですから、これが母方の出自を表す漢字であることは語源的にも理解しやすいかと思います。古代の結婚は現代の結婚ほど厳格ではなかったので、母が誰かは分かっていても父が誰かは分からないというケースが多かったから姓が使われたのでしょう。戦国時代になると、姓に代わって父系で継承される氏が重要視されるようになりました。新漢以降の時代、姓と氏の区別が失われ、父系で受け継がれる氏が姓と呼ばれるようになりました。秦を建国した始皇帝は、この変化の過渡期を生きた人物です。彼の記、つまり意味名を姓と言いますが、父の姓である永を使って永姓と称したり、母の氏である長を使って長姓と称したりしていました。過渡期特有の混乱を見て取ることができます。古代の日本は
母系社会的側面を持った相継性であったと考えられています。それは平安時代まで妻同意婚の習慣が残っていたことから明らかです。妻同意婚とは、夫が妻の家に通う婚姻の形式で、子は妻の家で育てられます。それゆえ、子が母方の出自を名乗ることは当然あったでしょう。実際、例えば、物部の守屋は、日本書紀では、物部湯気の守屋と記されています。物部は父方の出自を、湯気は母方の出自を示しています。物部の守屋を倒して権力者となった蘇我馬子も、蘇我氏という氏とは別に姓を持っていました。馬子は推古天皇に葛城家の割譲を要求した際、葛城家はもともと私の本拠地だから、その県名を自分の姓名にしていると述べています。馬子の父は蘇我の稲目ですが、母が誰かは分かりません。しかし、この発言から推測すると、母は有力豪族の葛城氏の娘であったと言えそうです。それゆえ、蘇我氏に加え、葛城姓を称していたのでしょう。その後、日本でも中国と同様に、父系で継承される氏が母系の出自よりも重視されるようになりました。684年に天武天皇が八草の姓を制定して以来、姓は姓を意味する漢字としても使われるようになりました。姓は母の出自ではなく、氏の格式を示す尊称です。日本語の姓には骨とか屍とかいった意味があるので、新羅の骨品と似た身分制度と考えられています。このように日本の姓は中国における本来の姓とは異なる概念であるので注意が必要です。平安時代になると朝廷から与えられる子姓だけでは家系の区別が十分できなくなりました。そこで公家や武士たちは出身地や本願地にちなんだ名字を私的に名乗るようになりました。かくして日本では中国や朝鮮とは異なり、非常に多くの種類のファミリーネームが生まれたということです。明治4年に姓氏不奨令が出され、姓すなわち氏と氏すなわち姓が廃止となり、ファミリーネームは名字だけになりました。例えば、私の父方の祖先の場合、大江谷村長井が長になったということです。以上の氏姓と名の歴史から2つの重要な事実を学ぶことができます。一つは、父系で継承される氏と母の出自を表す姓は、中国でも日本でも本来別であったということです。もう一つは、東アジアには実名継妃の習俗があるため、実名が欧米のファーストネームのようには機能していないという事実です。この2つの事実に基づいて、夫婦別姓問題を解決する新しい方式、氏姓名方式を次の章で提案したいと思います。第3章、氏姓名方式による解決。前の章で指摘した2つの事実を踏まえた上で、夫婦別姓問題を解決するために2つの提案をしたいと思います。1つ目は、氏と姓を区別し、氏をファミリーネーム化することです。もう一つは、姓と名を結合してギブンネーム化するということです。結果として、戸籍には氏姓名という3つのネームが記載されるので、これを従来の
氏名方式とは区別して氏生名方式と名付けることにします。氏生名方式だと結婚すると夫婦が同氏別姓となります。これを具体例で説明しましょう。今、田中太郎さんと山本花子さんが結婚したとします。家族の氏は夫の氏で統一し、子供には母の姓をつけることにします。そうすると、戸籍に記載される2人のフルネームは、田中氏田中太郎と田中氏山本花子になります。次に2人に貴司君と愛ちゃんという2人の子供が生まれたとします。2人の戸籍上の名前は、田中氏山本隆と田中氏山本愛となります。家族の氏には夫の氏を使い、この姓には妻の姓を使うというのは、古代の伝統に従った由緒正しい方法ですが、常にそうしなければならないということではありません。現在多くの世帯がやっているように、すべての姓を夫の姓にしても構いません。その場合、子どもたちの戸籍上の名前は、田中氏田中隆と田中氏田中愛となります。また、家族の氏も夫の氏を使わなければならない必然性はありません。妻の氏を家族の氏にして、その代わり子供の姓として夫の姓を採用するというのでも良いでしょう。家族の氏をどちらの氏にするか、生まれてくる子の姓をどちらの姓にするかは、結婚する前に決めておけば、後で揉め事にならずに済みます。氏生名方式は、夫婦別姓反対派と賛成派の両方を説得することができます。夫婦別姓反対派は、別姓を認めると家族の一体性が失われると主張していました。しかし、氏生名方式では、結婚の場合でも、養子縁組の場合でも、家族の氏は常に一つに統一されるので、反対派の批判をかわすことができます。夫婦別姓だと、田中家一同のような集合名詞的な表現ができないし、田中家の家族簿を作ることもできませんが、氏生名方式なら可能です。賛成派は、結婚後も姓を変えたくないという女性の自己同一性を問題にしていましたが、これは姓名が維持されることで守られます。結婚しようが離婚しようが、養子縁組をしようが離縁しようが、自分を産んだ父母が変わることはないのですから、姓は名とともに一生同じであるべきです。日本では個人のアイデンティティが姓によって最も幅広く規定されるので、姓を名とともにファーストネーム化する意義は大きいと言えます。独身だから興味がないという人にも、姓名のファーストネーム化にはメリットがあります。それはパーソナルネームのローマ字表記が日本語表記に近くなるというメリットです。現在、日本政府は日本人の姓名のローマ字表記を山本花子というように姓名の順番で書くことを推奨していますが、ほとんどの日本人は花子山本というような欧米風の順番で自分の姓名を書いています。姓を最初に書くと、たとえ大文字で書いたとしても、ギブンネームと誤解されてしまうからです。もしも姓名全体をファーストネーム化するなら、山本、花子、田中というように、氏は高知されるものの、姓名は転倒することなく、日本語と同じ順序となります。ファーストネームとしては長すぎるというのなら、略称を使うと良いでしょう。
海外ではエリザベスなどファーストネームが長い場合、ベスといった略称を用いる習慣があるので、山本花子の代わりに山本という略称を使っても問題はないはずです。姓をファーストネームの代わりとして使用することは、日本国内の習慣と合致します。最後に実務的な話になりますが、変更の影響を最小限に抑えるための移行措置について話しましょう。新しい方式は、これから結婚する夫婦、あるいはまだ子が生まれていない夫婦にのみ適用されるべきです。すでに子がいる家庭では、氏と姓は自動的に同じものとして戸籍に記載されます。ただし、結婚や養子縁組により姓を変更したものに限り、姓を旧姓に戻す権利があるとします。こうすることで、移行に伴う混乱を最小限にすることができます。以上が私からの提案でした。ご意見のある方はコメントフォームに投稿してください。この動画のテキスト原稿を必要としている方は、私のウェブサイト、長井俊也 .com を訪れてください。